これ学園の所有物らしいよ。それにしても、お兄ちゃんはいつから一人で起きられるようになったの？私の家庭教師やってた時は結構時間にルーズだったのに。そうだよ、だいたい遅刻してきてたもん。うっかり寝過ごしても大丈夫だからね。私がちゃんと起こしてあげるからね。こんなところでまた。舞ちゃん、また毒牙にかけようとしてる。こんな可愛い女子高生相手に朝からニヤニヤしちゃって。ああ、これだから変質者は。やーい、変態変質者。舞ちゃん、なんでお兄ちゃんが変質者なの？お兄ちゃんって、ああ、こいつのことだったんだ。この変態ドスケベはやめといた方がいいと思うよ。悪いことは言わないからさ。お兄ちゃんと舞ちゃんって仲いいの？はい？さくやちゃんってば何言っちゃってるの？なんだかすごく息が合ってたから、まだ会ったばっかなのに。はい？やだ、もうなんで私がこんなやつと。そう、ただの生徒と先生。世話がかかるのは先生の方でしょ。私を襲ったくせに。まだ言い訳する気？男らしくないわよ。襲ったって、お兄ちゃん？そうやってさくやちゃんのことも騙してるんだ。お兄ちゃん、本当に舞ちゃんのこと襲ったりしてないよね？胸に触った。お兄ちゃん、不潔。
おい。貴様、何度も同じことを言わせるなよ。大人なんだろう。いいか、もう一度だけ言うぞ。ここは恋愛禁止だ。ハレンチなんかもってのほかだ。朝っぱらから二人の女と血は喧嘩なんてしよって。私は関係ないわよ。嘘をつけ。どうせ貴様がこいつの前を二股かけていたんだろう。そんな、兄ちゃん。そんなこと知るか。そういう問題じゃないわよ。お兄ちゃんがこの人との二股。は？私は関係ない。この舞とお前が二股。私も関係ないって言ってるでしょ。人の話は聞きなさいよ。お前こそ人の話を聞け。恋愛禁止だと言ってるだろうが。話をややこしくしよって全部貴様のせいだ。お兄ちゃんが二股。高村先生、おはようございます。朝からぐったりしてますな。そうだ、会心のさっき思いついたんですよ。これで元気出してください。惑星がへをこいた惑星どうですか。そうですか、残念です。それでまた何を朝からそんなに疲れているんですか。そういえば朝校門近くで何かトラブってましたけど、もしやそれでしたか。そうですか、頼みますよ。ここ恋愛禁止なんですから。お嬢に手出したりしないでくださいよ、本当。いえいえ、お嬢はダジャレがお上手っての思いついたんですよ。どうです。高村先生はいいじゃないですか。のんびりと教師生活を頑張っていらっしゃれば。私なんて今日は朝からまたいろいろ出てきて誘導したり連絡したり、もう面倒なことこの上ないんですから。ああ、いえ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 、こっちの話ですけれど
え、あ、はあ。おはようございます、高村先生。お兄ちゃん誰？アリサ様、この人は私の担任です。お兄ちゃん先生なんだ。アリサね、アリサシアーズって言うんだよ。アリサさん、そろそろ授業が始まります。さうるさいな。今アリサはお兄ちゃんと喋ってるの。つまんない。アリサもうちょっとお兄ちゃんとおしゃべりしたいよ。また今度にでも。さあ、一人で行ける。そうですか。
な風には思えません。私のことは任意で結構です。それでは用事がありますので失礼いたします。これは高村先生。おはようございます。どうも。先生って面白いもの持ってるんですね。びっくりしちゃったよ。なんでこんなものを学校に持ってきてるの？素敵な剣だね。儀礼用でしょう、それ。切ったり刺したりには向いてないと思うけど。いやあ、それほどでも。
ごめんなさい。それじゃあお詫びに、それで僕のことプスって刺してくれてもいいですよ。残念。でも大事にしておいた方がいいよ。これを欲しがってる人、他にもいるかもしれないよ。みんなが僕みたいに返してくれるとは限りませんよ。ま、もう誰も覚えていないかもしれないけどね。いえ、なんでもないですよ。え？さあね、興味はあるかな。じゃあね。何よ。もしかして先生、食べるものないの？気になんかしてないわよ。
私もニュースとか見ていたんだけど、地震の情報があったくらいで、私もこの町に来てからそんなに日数が経ってるわけじゃないからよくわからないんだけど、どうもこの町には昔から奇妙な事件が起こってるの。地震もそうなんだけど、不審火による火事だとか爆発だとか、そういうの頻繁に起こってるんだって。私この町2週間ちょっとなんだけど、それでも結構その手の事故知ってるし、あの化け物にも関係あるのかな。私たちの他に誰か見てても良さそうなのに。何かあったのかしら。言いなさいよ、そんなんじゃないって。そうそう、授業でわからないことがあったからたまたま聞いてただけ。先生ありがとう。
誰だ？貴様。何をやってるんだ？ローファーを誘導するなんて言ってこいつを逃がしたんだ。使えないやつだ。もう死んでる。お前には関係ない。やかましいやつだな。落ち着け。先生なんだろ？大人なんだろ？声を荒げるな。みっともない。
お前の質問にはまとめて答えるつもりはない。今度は私からだ。ここへは何しに来た？お前まさか一番地の手のものじゃないだろうな。貴様が知ることではない。聞いているのは私だ。何しにここへ来た？お前な、もう私が言ったことを覚えていないのか？一昨日ここで会ったことを忘れろと言ったはずだ。警告だ。ここには近づくな。どうしてもだ。さっさと帰れ。そうだと言ったら知らん。そんなくだらないことを調べに来て命を粗末にするな。ん？なんだ貴様、そんなものを持って。はあ？何の用だ。貴様との話は済んでいるはずだ。いい加減ここから消えろ。ミロ君、この刀に導かれた。ここで戦っていただろう。
だったらなんだ。あれは私の手がかりだ。あいつらは私が切る。余計なことはするな。それはこっちのセリフだ。すでに何体かオーファンを倒しているだろう。それこそ余計なことだ。まだわからないのか。奴らの思惑通りになってしまうんだぞ。いいからその刀を置いてさっさと学園を去れ。ミロクは手放しちゃいけないって G が言っていた。だから刀を渡さない。それに兄上が見つかるまでここも去らない。そんなものここにいるかどうかもわからないだろうが、大体どうやって探す気だ。兄上がここにいると私は聞いた。それにこのペンダント、兄上も同じものを持っている。だからきっと見つかる。それでもいいから学園を去れ。嫌だ。貴様、離せ。このままでは大変なことになってしまうと言っているのに。くそ、邪魔するな教授。おい、いつまでそうしているつもりだ。いいか、もう一度言うぞ。ここには近寄るな。警告をしたぞ。何度も言わせるなよ。貴様自身のためだからな。
これは高村先生。いや別に何でもないですよ。ちょっといろいろ追い込んだりが大変でして高村先生も勘弁してくださいよ。あまり裏山の方へ行かないでください。いや中庭の方そっちへ歩いていくのが見えましてね。ぼーっと歩いてたら危ないですよ。考え事ですか？はい、どうぞ。新規1名様ご案内です。ご注文はしょうがないでしょ。混んでるんだから。あかねちゃん一人だと無理なの。それより早く注文言ってよ。他には？かしこまりました。どうかした？は？何が？何の話？はい？一体どういうつもりなの？信じらんない！この変態セクハラ最低男！胸々言うな！
してるの？あ、それお父さんの。お父さんすごい資料持ってたんだ。裏山がどうかしたの？やだお兄ちゃん、化け物って何？そんなの出たらあっという間に学園で噂になってるよ。時々地震とか変な爆発とか起きるけど、化け物は初めて聞いたな。地震や妙な爆発事件が多いよ、この町。私がここに来てから今までで10回くらいは起こってるもん。でもその噂って誰から聞いたの？化け物が出るなんて。それじゃあおやすみなさい。
どうですか高村様。アールグレイなどをご用意しようかと思うのですが。かしこまりました。お嬢様は紅茶でよろしいですね。ミルクと蜂蜜たっぷりね。今晩は夜遅くまで一緒にいようね。絶対寝かさないんだから。わあ、ちょっとお兄ちゃん汚い。だってお兄ちゃん面白くないくらいちゃんと朝起きちゃうんだもん。お寝坊だったのは最初の日だけなんだもん。確かにそうかも。まあお兄ちゃんのことだし、そのうちきっと隙を見せるか。何やら賑やかな声が聞こえてきましたが。聞いてよサリー、お兄ちゃんたら味噌汁吹いたんだよ。小学校以外で味噌汁吹いた人見るの初めて。どうしよっかな。さてっと。ほらお兄ちゃん、そろそろ行こう。お兄ちゃんどうしたの？なんで？でもお兄ちゃんそんなにゆっくりしてていいの？高村様、時計を。
ってどういうこと？待ってよ、お兄ちゃん。どうしたの？どうしたんだ、そんなに驚いて。お兄ちゃん大丈夫？私は別に矜持を驚かせようとしたわけじゃないのだが。お兄ちゃん、この子誰？私はミナの妹だ。お前こそ誰だ？矜持の妹なんだ。妹なんかじゃないもん。妹なんかじゃなくて、天川咲也です。教え子です。恩師？そうか、なんだか偉そうだな。それより教授、この前のあれが欲しいぞ。この前のあれ？お兄ちゃん、あれって何の話？でも、かすかに匂いがする。ここか？おかしいな。前はこの辺にあったのだが。ちょっと、お兄ちゃん？矜持、隠してないで出すんだ。お兄ちゃん！なんだ、朝咲也が食べていたのか。それで匂いがしたんだな。いちご大福のことだったのね。咲也は何の話だと思ったのだ？いやとにかくみことちゃんもいちご大福好きなんだね。大好きだ。あれはおいしい。良いものだ。ちょっと待ってよ、お兄ちゃん。お、競争か？負けないぞ。
はい。古事記は近代の日本の歴史について記されている史書の一つです。上中下の全3巻があり、日本の創世神話について日本書紀に比べてより文学的に描かれています。いやあ、これは高村先生、どうですか調子は。まあ最初はそんなもんっしょ。いらっしゃいましたともさん。それと名字より名前で呼んでほしいって前言ったと思うんだけどな。みどりちゃんってね。まったく杉浦先生、もう少し教師としての自覚を。はいはいはい、分かっておりますとも。で、これ食べる？よろしいよろしい、まだいっぱいあるもん。冷蔵庫の上の豚さんに50円入れてくれればいつ食べてもいいわよ。いやー、このアイス今季の限定味でね、思わず周辺のコンビニの入荷分買い占めちゃったのよね。
まったく杉浦先生、もう子供じゃないんですから、あまりそういうことは。もちろん子供じゃありませんとも。子供にはアイスの買い占めなんてできないでしょうからね。なあ、はっはっは。どう思います？ねえねえ、それよりお昼休みまで私と古事記についてお話ししない？京二くんの解釈なんかも聞きたいな。何よ。へえ、いい子がいないか物色してるんだ。違うの？なんだ、てっきり次の獲物を探してるのかと思った。どうだか？最悪どころじゃないわよ。まったく。そういえば昨日放課後なんだけど、夏希っていう子がまた裏山から出てきたのを見たの。また何かあったのかな。みなぎってみこと？うん。で、先生も裏山にいたの？何なのかな。知られたらまずいことでもあるのかな。確かにあんな化け物が他にもあの山にいるのかと思ったら近寄るのは嫌だけど、それにしたっていろいろ釈然としない。やだな、せっかく編入できた学園なのに妙なことばかりで。
平和で普通でちょっとハッピーなスクールライフを満喫するつもりで来たのに、それがわけのわからない化け物なんかに。あんな化け物にそっか、そうだよね。夢でも幻でもないもんね。なんだか夏希って人を寄せつけない雰囲気があるっていうか、それによくいなかったりするし。忘れてた。今日は友達と外でお弁当を食べようって約束してたのに。今から行ってくる。高村くんね、いらっしゃい。ご苦労様です。早速お話を聞かせていただけますか？化け物？なるほどね。それにしてもよく無事でしたね。逃げ切れたんですね。久我夏希ですか？ええ。何度か教会にも訪れている子ですから。それはこういったものですよね。
なるほど。確かに全く同じ紋章を持っているというのなら、おそらく姫伝説に関わりを持つものでしょうね。ところで、化け物に襲われた時に久我さんに助けられたと言っていましたが、なるほど、そうですか。他に彼女について何かありませんか？そうですか。また何かわかりましたら、ぜひ報告をお願いします。ええ、いえ、もちろん全てに関してです。些細なことでも。私の方から財団へは連絡しておきますから。高村君のことは評価されていますよ。はい、何でしょう。どんなことでしょうか。一番地。あまりその件に関しては関わらない方がいいかもしれません。いえ、不明なこととはつまり危険を伴うことでもありますから。あ、高村君、もうこんな時間。終わりのホームルームが始まってしまいますよ。もし改めて何か聞きたいことがあったら放課後また来てください。それと次回の報告は7月の8日金曜日にお願いします。以後もよろしくお願いします。先生、こっちこっち。先生、こっちだよ。ちゃんとそれ持っているんだね。やだな、取ったりしませんよ。それより先生、一番地って知ってます？
謎の組織ですよ。何をですか？知らなかったら教えてあげようかなって思っただけなんだけど、余計なお世話だったかな。一番地っていうのは古からこの国を統制し、ある意味では守っている組織ということになるかな。で、その組織が呼ぶところの姫がここで重要なキーワードになるわけだね。先生ったらそんなに一度に質問されても困っちゃうよ。でも先生も見たでしょ、あの裏山で。さて、なんででしょう。少しは自分でも調べないとね、高村先生。それにほら、もうあと3秒。ホームルーム始まっちゃったよ。ちゃん、あかねちゃんと相談したんだけど、明日の放課後一緒にカラオケ行かない？カラオケ？舞ちゃんの歓迎会のつもりなの。他にも何人か集まる予定だよ。学校に来てからまだそういうことしてなかったでしょ？ね、いいよね？いいわね、カラオケ。どうしたの？ごめん。何？実はさ、明日はバイト入れてない代わりにちょっと外せない用事があるんだ。そうなんだ。舞ちゃんなんだか忙しいね。いや
そっか、そういう事情なら仕方ないよね。またみんなの都合の合う時に行けばいいよね。ほんとごめんね。ぜひまた誘って。うん、もちろんだよ。ねえ、さくやちゃん。それじゃあ今日はそろそろバイトに行かないと。おっと、私もだ。それじゃあさくやちゃん、私たちバイト行くね。二人とも頑張ってね。もちろん。途中まで私も一緒に行くよ。いらっしゃいませ。ってなんだ、先生か。お一人様ですか？寂しいですね。放課後に誘う彼女もいないなんて。こちらへどうぞ。先生、今帰り？遅かったけど、また裏山とか行ってたの？そうなんだ。ご注文をどうぞ。はい、かしこまりました。一丁目？何それ？風花町の一番地のこと？で、それがどうかしたの？お粗末様でございます。ねえね
お兄ちゃん、風花はどう？研究ははかどりそう？どうしたの？なんだか難しい顔しちゃってるよ。お兄ちゃん見た目にはかっこいいんだから、もう少し砕けた表情しようよ。うわ、笑い慣れてないな。あ、そうだ、お兄ちゃん朝のこと覚えてる？お兄ちゃんはすぐ寝ちゃダメってこと。何時頃起きるの？今晩どうしても見たい深夜番組があるんだよね。でも全力で頑張ってみる。覚悟してよね、お兄ちゃん。お嬢様、お風呂の用意ができてますよ。はーい。それじゃ入ってくるね、お兄ちゃん。覗いちゃダメだよ。それじゃあお兄ちゃん、明日の朝をお楽しみに。年寄りのようなことをおっしゃいますな。高村様も十分にお若いです。それでも私高村様が来てから安心させていただいてるんです。ピピ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 ピ
お兄ちゃんまだ寝ぼけてる？まず言うべきは何してるじゃなくて、よく頑張ったなでしょ。スヌーズ機能までつけて優しく起こしてあげたのに、なかなかいないよ、スヌーズ機能付きのモーニングコールなんて。おはようお兄ちゃん。それじゃ私先にダイニングに行ってるから。一日の始まりだよ。だって久しぶりにお兄ちゃんの寝顔が見れたんだもん。それってもう久しぶりだもん。せっかくお兄ちゃんが風花に来たんだから、お父さんも顔を出せばいいのにね。お兄ちゃんがいてくれるから寂しくなんかないけどね。打ち込むものがあるからってことなんだろうけどね。お父さん、次はいつ帰ってくるんだろうね。教授がなんだって？あれ、なつきちゃん？今教授がどうとか言っていなかったか？それは私のお父さんの話。ああ、そうか。そういえばそうだったな。まさか制服で乗り回すわけにもいかないだろう。なんか不良さんって感じだよね。かっこいいな。なんだ、どうせ私はお子様だもん。あれってのは何さ？あれってのはどうせどうしてこんな朝早くからいるんだとか思ったんでしょ？まあ私だって真面目に授業を進めてるわけだしね。準備だってするわよ。で京二くんは朝のホームルームだけ終わらせてここに来たというわけね。そういえば京二くんって天川教授のいわば弟子なんだよね。
るわよ。これでも日本史、それも古代史を研究するものの端くれよ。山川教授にはお会いしたこともあるんだから。昨日は古事記について話し込んじゃったしね。なんだかんだで特に言い出す機会もなかったのよ。天川教授のことがあるから咲夜ちゃんとは仲良くさせてもらったりしてるんだ。そうとも言えるかもしれない。ひとえに人徳のなせる技だよね。うちんとこはごく平凡な親たちだからさ、天川教授みたいな人を親に持つってどういう感じなのかちょっと興味あるわね。面白くて良さそうだけどな。京二くんの両親は？なんで何それ、冒険家なの？君んところも天川教授に負けず劣らず飛んでるわね。だから天川教授に指示することもできるのかな。私はね、大学時代の先生が天川教授とお知り合いでね、そのつてで私んとこの先生が出席する学会に同行したのよ。そしたらそこに天川教授もいらしてたというわけで、学会後に3人でご飯なんか食べたりしながらね。そうだったんだよ。それにしてもわからないものだね、人の縁がね。どこでどうつながっていて、どこでどう断ち切れているのかわからないものだよね。
食で。先生と一緒のメニューなんて頼んだらまた夏希から誤解されちゃうもんね。いないと思うけど、念のためよ、念のため。先生、しょうがないか。いただきます。同じ値段だし、どっちか迷ってたから。それが寝坊しちゃって作る時間がなくて。でもやっぱり自分で作った方が安上がりだわ。ここって結構高い。お母さんいないから。ずいぶん前に病で亡くなって、それからすぐにお父さんも。気にしないで。自慢じゃないけどね、料理は得意なんだ。あと掃除洗濯も。そうかな。味もいけるの？機会があったらね。すみません、わかりません。はい。太陽の神様が岩戸の中に隠れて
てしまって、太陽が出なくなってしまって、困った他の神様たちがお祭りをして誘い出したとかだったような。卑弥呼だと思います。
どうぞ。師匠。本当に来てくれたんだ。やったやった。うわー、本当だ。創刊号からある。これは幻の特大号。本当だ。創刊号の付録、君もピラミッドを作って UFO を呼ぼうもある。でもこれは師匠の大事なコレクションじゃ。本当にいいの？師匠、ありがとう、ありがとう師匠。最近すごく調子いいんだ。してないしてない。もう無茶はしないって決めたんだ。お姉ちゃんに心配かけちゃうから。あ、師匠のことこの間お姉ちゃんに言ったよ。うん、すごい喜んでくれて一度会ってみたいって言ってた。なんかお姉ちゃん嬉しそうだったよ。はい。
誰あんた？教師には見えないけど。そういうこと。マジでほっといてほしいんだけど。余計なお世話よ。ダメ。もうしらけた。今日はもう帰る。今晩は一人で遊ぶことにする。私に命令しないで。私は私の好きなようにやるの。今晩は一人がいいから一人になるの。邪魔しないで。ただのナンパじゃん。本気になんないでよ。ばっかみたい。じゃ、そういうことだから。あんたも今夜は一人でやってれば？ゲ、エ、ム。結城直だよ。別に学校で私にお仕置きしたくなったらいつでも呼び出してよ。先生。
お兄ちゃん？だって昨日の夜帰ってくるのすごく遅かったでしょ。だっても何もないんだから夜更かしするのはエッチなことなんだもん。私のこと子供扱いした。大人なのね。お兄ちゃんは昨日の夜は大人の階段登りまくってきたのね。本当？そうなの？だから朝帰りが話題になるのか。うっほん。ミュウミュウ。そろそろ出発の時間ですが、高村様。うっほん。それでは食器を片付けておきますゆえ、お二人とも行ってらっしゃいませ。行ってきます。ねえねえお兄ちゃん、昨日のことはもう許してあげるんだけど、代わりに今日は早く帰ってきてね。一等賞取るくらい早く。でも七夕だからお兄ちゃんとお祝いしたいんだもん。そうそう、用意して待ってるから早くね。クラスはいろいろ面白そうな授業で、私もお兄ちゃんのクラスが良かったよ。
したの？お顔真っ赤だよ。おはようございます、先生、さけちゃん。おはよう、まいちゃん。仲良く登校とは執行部や教務主任がうるさいんじゃないですか？そんなんじゃないですよ。まったくとんだ不良教師ね。まあいいですけど、私今日は機嫌がすこぶるいいですから。先生、それがいいんじゃない。今日は何の日？晴れないと会えないから。今のはお兄ちゃんが悪いよ。誰がロマンチストが似合ってない乱暴者の暴れん坊ですって？
住まいの設営です。今なんて住まいの設計？あれ先生、お昼は？あ、さては私のお弁当狙ってるな。あげないよーだ。それは無理。先生が悪いよ。私の胸触るから。今日だけ特別っていうか、ちょっといいことあって。さすが七夕よね。もう願い事叶っちゃった。それは内緒。とにかく具合が良くなったのよ。それに新しい友達ができたみたいでよかった。明るくなった。先生、目が私のお弁当に釘付け。
ほんとかな。しょうがないな。ちょっとだけだよ。どうかな。本当？これね、冷めても美味しいように下味をつけてあるんだ。料理の本とか見て習ったの。あとお母さんの味を思い出したり。合格？そんないいお嫁さんだなんて。明日の授業の準備ですか、高村先生。おお、これはよくまとまってますね。私もこの方式で授業を進めてみようかな。なるほどなるほど。そういえば今日は七夕、恋愛成就の祭事ですね。2月と七夕は特に生徒たちが浮つきますから、高村先生も気をつけてくださいよ。ああ、これは申し訳ない。お願いします。高村先生にはお付き合いしている女性とかはいないんですか？いや、もちろん学園内では困りますけど、うっかりしてると私くらいの年にはすぐになってしまいますよ。
高村先生、どうしました？空なんて見上げて。なるほど。ええ、そうかもしれないですね。ちょうど知り合いから京都名物の生八つ橋をいただきましてね。まあお茶の時くらいは仕事のことを忘れてのんびりしましょう。先生。先生こそ、まさか、歩道？なんだ、よかった。そうだよね。私も実は用事でここに。七夕飾ってきたの。短冊にいっぱい願い事を書いて飾ってきたんだ。意外。だってお兄ちゃんこういうの見ても気分が盛り上がったりしないと思ってたもん。これは笹だね、パンダは食べるね、みたいな。はい、お兄ちゃん。短冊だよ。これ筆ペンね。
が可愛いでしょ。絶対可愛いって、この風鈴の音。お兄ちゃんにはわからないかな。それにしてもお月様も綺麗だよね。まあ準備の8割は私がやったわけですが。詐欺ってば。はい、お茶と大福でございます。もうそろそろお召し上がりになりたい頃ではありませんか。お嬢様は？もちろん私は大福食べる。豆大福美味しそう。みゃみゃー。あ、月読みも大福食べる？お食べ？どうだろう。やっぱりお前には無理かも。お返しなさい。私と一緒で大福好きなんだね。それでは高村様、お嬢様、何かご入り用でしたらお呼びください。ありがとう。これも手伝ってくれて。さてと。だってさ、お願いなんて無限にあるよね。そうなんだよね。だってどうしても譲れないお願いってとても一つに絞れないもん。どうしようかな。ダメダメ、見ちゃダメ。お兄ちゃんもちゃんと書いたら見せっこさせてあげる。
見せて。あ、お兄ちゃんはお父さんのことなんだね。困りものじゃないお父さんは、それはもうお父さんじゃないよ。はい、見せてあげる。感謝しなさいよ。私がお願いしないと、多分お兄ちゃんは先生をしっかりできないと思うんだよね。私も見てみたいよ。よかったよね、本当に。ほら、ちゃんと織姫様と彦星様が会えたでしょ。1年ぶりの再会だもんね。で、1年前の七夕が晴れてたかもう忘れちゃったけど、来年も雨が降らないといいな。任せてよ。これでお兄ちゃんも明日からますますちゃんと先生ができるね。みゅみゅみゅ。行くの？わかった。
お兄ちゃんだ。おはようございます、先生。先の読めないことを言いますね。新規にデータベースに追記させていただきます。ねえねえお兄ちゃん、日本には七夕があっていいね。アリサ、アメリカにも七夕欲しいな。うん。1年生のみんなと一緒にお願い書いたりお歌を歌ったりしたんだよ。聞き惚れた？うん、みんなアリサの歌褒めてくれたんだよ。先生もね、お友達もみんな。お歌がもっと上手になりますようにって。アリサ、もっともっとお歌が上手になりたいの。本当に？そうだったんだ。よかった。アリサ、歌のことお願いして。昨日の古典の授業は確かに七夕に関することで、亀甲伝と儀芸の上達に関する祈願についても取り上げられていました。意味わかんない。ねえねえお兄ちゃん、それでね。アリッサ様、お時間です。邪魔しないでよ。今楽しくお話ししてるんだから。ですがアリッサ様、15秒後には予令が鳴ります。分かったわ。さあアリッサ様、教室の方まで。分かってる。それじゃあお兄ちゃん、またお話ししようね。いやらしいことでも考えてたんじゃないの？
このヤマタノオロチ伝説の物語の構成などに関しては約 76% の類似点をペルセウス・アンドロメダ神話に見て取れます。